日かと恐れていた。いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら。己つなぐ鎖断ち切り心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら。目指せ遥かな地平。さらば優しき日々をもう戻れない。もう帰れない。太陽の牙だぐら。アンデイ鉱山からの脱出に成功したゲリラ300名はかねてからの予定の場所に集結すると直ちに目的地グランテを目指した。さらにそれを阻止しようと連邦軍追悼隊は執拗に追った。あれは後続の連邦軍を叩くグループです。今少しでも時間が欲しいですからな。爆薬配備完了だ。よし、来たぞ。ここで奴らを食い止めて少しでも先に行った仲間を逃がすんだ。どうしたって言うんだ。進路を変えたぞ。我々を見失ったのか。そんなはずはない。じゃあどうしたんだ。すぐ博士に知らせるんだ。分かった。止まれー。止まってくれー。博士博士。我々を追っていた連邦軍が3キロ後方で突然進路を変えました。何かあったようです。追悼隊が我々の前方に出る近道でもあるのかね。それはありません。となるとどういうことかな。我々を追うより重要なことが起こったとしか考えられませんな。重要なこと。デロイア兵が。それで首謀者の生命階級は。その点も今石膏をやって情報を収集してるんですが。それでは何も分かってないのと同じではないか。もっと詳しく調査して至急連絡してくれたまえ。ゲイラ君、現地に飛んで反乱軍の首謀者とコンタクトを取るんだ。はっ。ドリップ君、ウルナ基地周辺のマップを用意してくれ。至急作戦会議だ。ウルナ基地でクーデターだと。はい、あの基地は800名の兵のうちデロイア兵が600、それを地球人の士官が牛耳っているところですから、その辺の不満が爆発したのではないかと思います。原因などはこの際問題ではない。一番恐れるのは連邦軍が一枚岩ではないことをゲリラたちに知られることだ。ゲリラたちに弾みがついてしまう。それに他の部隊への波及です。閣下、妥協は許されん。デロイア独立を支持する反メドール州たちへの口実を作らせてもいいかん。大佐、箝口令を敷いてください。内々に片付けてしまわねばならんでしょう。分かった。恐れていたことに火がついてしまった。しかし弱気にはなれん。弱気には。コーヒーどう？ありがてえ。
ほら熱いよ。ありがとう。あんたも？だらせ。これが済んでからいただきます。わかったわ。まったくどうしたんだよ。早いとこグランテに行った方がいいじゃん。ウルナ基地で何かがあったんだろうよ。それが知りてんでこうやって待機してんのよ。だったら俺たちに任せたらいいんだよ。ちょっくら行ってきてみっか。何すんだよクニやめな、せっかく休んでんだから。ャオ。何考えてゲリラやってんのさ。そぎゃんこそ出戻りの脱走兵にでも聞いてみれよかろうが。前線に駆り出されるのはいつも我々デロイヤ兵さ。その間地球人は後方にいてゲームなんかしてやがるんだ。デロイヤ人にデロイヤ人狩りをさせる。そんな不満が我々デロイヤ人のやる気をなくさせてんのさ。私がまだ連邦軍にいた頃もそんなことを耳にしたことがあったが。おい、石膏が戻ってきたぞ。何？クーデターだと？間違いありません。やったんだ。やったんだ。ついに立ち上がったんだ。これは好都合ですね。連邦軍が内輪もめしている間に我々はグランテに悠々と行けるわけですよ。いや、このチャンスを利用しない手はないでしょう。博士、反乱を起こしたデロイヤ兵に味方してクーデターが成功するよう我々が側面支援するというのはどうです？なるほど。パルミナ解放のためにはゲリラの戦力増大が大前提。デロイヤ兵を我々の側に。戦力アップばかりか今の戦いに有利な弾みをつけられます。一石二鳥、いや一石三鳥かな。これは仲間に入れてください。自分もザナ注意とともに戦えるのであればぜひとも力になりたいんです。こちらパルミナ行政庁から特派された行政官代行のものだ。着陸指示を要請する。了解。航行を呼びかけるだと生ぬるい。即攻撃し鎮圧すべきだ。同じ連邦軍同士、なるべく血を流したくないというのが行政官のお気持ちです。本調主義もことの場合によるぞ。ずいぶん来ましたね。たかが600の俺たちのためにご苦労なこったぜ。地球人の諸君、聞いてくれ。我々は地球人のデロイヤ兵の差別に抗議してことを構えた。抗議が受け入れられぬときは全員討ち死にする覚悟だ。そこで諸君たちの処遇だが、諸君たちは地球人だ。したがってこのクーデターには無関係である。鎮圧隊の攻撃の前に諸君たち全員を解放する。速やかに基地を離れたまえ。反乱軍の全てがデロイヤ兵なのか。それで首謀者の名はガボール・ザナ注意。我々の攻撃を前に地球人を解放するとは、ガボール・ザナ注意の心情が分かりすぎてとても辛いです。人に甘いと思われようが、私もガボール・ザナ注意とその600名のデロイヤ兵たちの血を流したくはない。なんとか投降を呼びかけてほしい。いや、何としても説得するんだ。頼んだぞ。やはり反乱を起こしたのはデロイヤ兵か。私のデロイヤに対する気持ち、彼らが誰よりも一番理解してくれてると思っていたのだが。行政官、大尉の説得に期待しよう。何？ゲリラ？はい、自分たちは彼らにブラドー司令の追っ手から助けられたんです。指導者サマリン博士なんですが、自分たちが上官から聞かされていた印象とはまるで違うんです。大変心の広い方です。そのサマリンが我々のクーデターに呼応するというのか？はい、必ず外から支援すると約束してくれました。そうです。それを知らせに自分たちは戻ってきたんです。何か企んでるんですよ、ゲリラどもは。
確かに損得なしで我々に手助けしようなどと考えないだろう。注意殿。こうして反乱を起こしたものの、君たちの命を奪う権利は私にはない。注意殿。自分たちは決して命が惜しいなどと思っておりません。今まで地球人に虐げられてきた屈辱の数々を考えれば。ありがとう。そこまで思ってくれるなら私の言うことを聞いてくれ。我々はこんなところで犬死にしたくはない。生きていればきっとデロイヤのために働ける時が来ると信じる。ここは同じデロイヤ人であるサマリンの言葉を信じてみようではないか。注意殿。はい、APU 度外視者だがラルターフは私だ。クーデター？はい、サマリン博士とザルテス少佐がこの事実をラルターフさんへ伝えろと。わかった、よく知らせてくれた。博士によろしく伝えてくれ。これは面白い情報だぞ。デロイヤ兵の反乱か。しかしですね、軍内からはそんな情報は一つも。おそらく他の部隊への波及を恐れての慣行令が出されているのさ。なるほど。でもなぜサマリン博士は我々に？我々が新聞に発表することでパルミナ大陸の各部隊の動揺を誘う作戦だろう。雪崩現象を期待しているんだよ。よし、勇敢にはトップで行くぞ。テレックスを入れろ。はい、急げ。それにしてもドナンカシムの、いや力の政治というものが変わりつつあるということかな。補佐官、この APU 通信の記事は事実なんですか？連邦政府の見解は？タコック補佐官、今の心境は？補佐官、何か一つ本当にクーデターなんですか？お願いしますよ。今は何も申し上げることはありません。失礼。補佐官、あれほど厳しく慣行令を出したにもかかわらずこれです。事前に手を打てなかったのですか？行政官、ここまで出てしまった限りあえて否定するのもまた疑心暗鬼を生じさせるばかりだ。問題は早急に解決することだ。600ぐらいの兵力など力でねじ伏せられるだろう。力で抑え込むことは簡単です。ならば他の部隊へ影響が出る前に鎮圧すればよかろう。それを今回は死亡者のみ処刑、下級兵士には免罪だろと。政府に銃を向ける者には厳罰が当然だ。しかしこれが彼らを投降させる最低条件です。行政官、少し甘くはないですか？力で押さえつけても何の解決にもなりません。デロイヤ兵の不満を取り除かねば第2第3のウルナ基地が出るでしょう。行政官、どうしろというのだ。君の考えを言ってみたまえ。連邦軍内部の昇進制度にもっとデロイヤ兵に対して扉を開くことです。今の制度はデロイヤ人に対する差別の縮図と言えます。あまりにもデロイヤ人を信用しすぎてはいませんか？干渉ではデロイヤは抑えきれませんよ。それはいつか歴史が結論を出してくれるだろう。私は私のやり方で解決させます。奴ら睨み合ったまま動かんばってんが何場所とかあれ。投降を呼びかけてやがんだろ。あ、連邦軍のやり方ってのはまどろっこしかねえ。動き出したぞ。わざわざお運びくださいましてご苦労様です、大殿。君たちの不満を見過ごしていた我々に落ち度があったことは認める。早速我々の行動を認めていただいて感謝します。優秀なる君たちの命を無駄にしたくない。重火を交える前に投降してほしい。条件は？まず死亡者だが。自分の処置は分かっております。注意だけを知らすわけにはいかないぞ。そうだそうだ、責任は注意一人に押し付けられるか。知る時あっていいしな。お分かりいただけましたか？
態度。また来る。何度いらっしゃっても答えは同じですよ。ボイド行政官のお気持ちがわからんのか、君たちは。行政官にお伝えください。我々は地球人ではなくデロイア人なのですと。お忘れ物はございませんか、大尉殿。今度はお子様連れでどうぞ。レモネードをたくさん用意してきますぜ。はい、殿に敬意を表して。ふざけおって、これ以上奴らをのさばらせておけん。デロイヤの豚野郎。攻撃だ、攻撃態勢を取れ。ロッキー、始まったらしいぜ。クリン、出撃準備だ。あった待っとりました、この時は。今日も元気なお米がうまい。みんな俺についてこい。バカ野郎、早まるんじゃねえ。奴らが基地内へ侵入したら背後から叩くんだ。来たぞ。各員、持ち場につけ。ブロックヘッド各小隊ごと陣形を組み、標的を包囲せよ。707小隊了解。717小隊了解。まだ撃つんじゃないぞ。十分引きつけるんだ。正面ゲート、奴らが来るぞ。迎撃態勢はできとるか。いつでも来いです。東ゲートはどうだ。万全であります、隊長。なんか胸が熱くなってきましたよ。あまり張り切りすぎてやけどするなよ。デロイヤ魂で奴らのちっぽけな肝っ玉を縮み上がらせてやれ。任しといてください、隊長。よし、その意気だ。何もためらうことはない。奴らは反乱軍だ。撃って撃って撃ちまくれ。今だ、すくめ。ダグラム。各部隊散開しろ。ブロックヘッドは後方寄りのダグラムを食い止めるんだ。ダグラム。敵は動揺している。アイアンフット前期を持って敵のフォーメーションを引き裂くのだ。地球の旦那よ、あれなんとかしてちょうだい。はいよ。はよせんね。お待たせっと。はい、じゃあじゃあ。ブロックヘッドが瞬く間に交代だ。注意だろ。連邦軍が引き上げてきます。何。やったか。もう言うな。その話は後でゆっくり聞こザラ中尉から行政官にことづてが。ん？我々は地球人ではなくデロイヤ人なのですと伝えてくれるようにと。そうか。行政官。永遠に理解し合えんということか。どれほど話し合っても。
カーディナルに行く。支度してくれ。大至急だ。はい。私たちは一応目的を果たしました。潔くあなた方に投降します。いや、投降ではありませんよ、注意。これからは力を合わせませんか、デロイヤのために。博士、協力させていただきます。やったぜ。やっただなんて。閣下は行政官の G の申し出を了承なさいました。してくれたか。で、軍籍離脱の件は？もともと軍人に向かなかったのかもしれんと、その一言です。お許し願えたものと解釈する。閣下によろしく。そこまで思い詰めて責任を取らなくても。責任を取る？今回のことで責任を取ったわけではない。行政官、すべて済んだ。なぜあなたが辞めなければならないのですか？パルミナの人々の中でも少佐を支持する人が増えてきているのですよ。それをなぜあなたが？自分でもそう思っていた。だがそれは思い上がりだった。私が支配する立場にいる限り、支配される人々は心を開いてくれない。今度の事件がそのことを教えてくれた。行政官、すまん。しばらくの間一人にしておいてくれんか。行政官レイクボイド辞任に象徴されるように、それは力と力の対決の時代の幕開けであった。時代の本流は明らかなる過去を目指して流れ始めた。反乱を起こしたデロイヤ兵がゲリラと手を結ぶという思わぬ事態にショックを受けた州政府は、パルミナに向けて第8軍再精鋭部隊の派遣を決めた。組織と人と鉄と火が対決の時を迎える。次回再びドガへ向けて Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション